それではこれからですね、星のタイムラプスの撮り方についてちょっと説明していきたいと思います。で、これはあくまで僕のやり方なので、他の人はね、いろんなやり方があると思いますので、いろいろあるやり方のうちの一つとして聞いてください。で、カメラはですね、基本的には何でもいいです。本当に何でもいいです。ただ、本当に綺麗に楽しめるような画質で撮りたいってなると、やっぱりちょっとお金をかけないといけなくなってくるので、最低必要なのは多分これぐらいのコンデジですね。で、僕はタイムラプス撮影するときにいつもコンデジを持って行って、これでタイムラプスを撮るときもあります。ただやっぱりですね、センサーのサイズがですね、コンデジは小さいので、ちょっとね、ノイズが多くなるので、っていう感じですが、でも、ね、この RX100 とかだと、割と取れます。でですね、コンデジはですね、特にバッテリーがすごい小さいので、ね、これ 1240mAh って書いてあるけど、3.6V で。バッテリーがね、すごい小さいので、フル充電でタイムラプスを撮りに行っても多分ね、200枚撮れないぐらいだと思うんですよね。200枚撮れたら、ラッキーみたいな感じで。で、写真200枚って動画にすると5、6秒、7秒はいかない、7秒、5秒、6秒、7秒ぐらいなんですけど、それぐらいの尺のタイムラプスの動画ってあっという間に終わっちゃうので、本気出して撮影しに行くときにこれを使うかって言われると、これは絶対使わないです。これはおまけで持っていく感じのカメラですね。ただこれでも全然撮れます。ただやっぱりタイムラプスをですね、本当にちょっと真剣に撮りたいってなったら、レンズ交換式のカメラを選ぶといいと思います。で、今ちょっとないんですけど、マイクロフォーサーズと、この間に APS-C ってあるじゃないですか。で、フルサイズっていうのがあって、今ちょっと APS-C はないんですけど、マイクロフォーサーズでもね、全然撮れますよ。全然マイクロフォーサーズでもいいと思います。ただ、センサーがだんだん大きくなっていくので、大きくなっていった方が、やっぱりね、比べちゃうとノイズが全然違うので、ノイズの入る量が。なので、できればフルサイズの方がいいと思います。で、ここは本当予算なので、フルサイズにするか APS-C にするかマイクロフォーサーズにするかっていうのはね、適当に自分で選んでください。でですね、カメラはメーカーの違いとかはね、特にないですね。どのメーカーでもいいと思いますよ。ただ、レンズが重要なので、レンズも重要なので、自分の欲しいレンズがあるっていうか、自分の使いたいレンズが使えるカメラのボディを選ぶといいと思います。で、レンズについてなんですけど、レンズはですね、もうこれは明るいに越したことはないです。で、これはいくつだっけ、これフィッシュアイマイクロフォーサーズの F3.5 の 8mm のフィッシュアイのレンズなんですけど、全然これでも普通に撮れますが、僕はなるべく F2.8 より小さいというか以下のレンズを使うようにしております。で、これなんだっけ、これはニコンの 14-24mm F2.8 っていうレンズなんですけど、で、これ自分のやり方なんですけど、F2.8 同士のレンズを使う場合は開放の F2.8 で撮ります。基本的には絞らないです。で、僕がよく使うのがですね、このシグマの F1.4 の 24mm、もしくは 20mm っていうレンズもあるんですけど、これを使ってで F2 ぐらいに絞って撮ることが多いです。F1.4 のレンズを開放で撮ると周辺の光量がですね、すごい落ちてしまってですね、修正大変なので、大変じゃないんですけど、あとやっぱりちょっと絞って撮った方が絵がシャキッとするので、
F1.4 のレンズの場合はあんまり開放では使わないですね。F2 ぐらいで使います。僕 35mm、フルサイズの 35mm の F1.4 のレンズでも撮ることがあるんですけど、やっぱりこう画角が狭くなると星がすごい流れちゃって線じゃなくて点じゃなくて線になるので、シャッタースピードを速くしなきゃいけなかったりとかするので、なるべく広角の方がいいと思います。ただ 35mm とか 50mm でも撮れることは撮れます。それであと喋ることいっぱいあるね。カメラとレンズは大体そんな感じですね。フルサイズ、コンデジよりはマイクロフォーサーズよりは APS-C よりはフルサイズのボディの方がやっぱりよりいい絵が撮れるのと、あとレンズは明るいに越したことはないのと、なるべく広角のレンズを使うということですね。で、設定はだいたい F2 とかでF2 から 2.8 ぐらいで撮ります。それでですね、あとはシャッタースピードか。シャッタースピードはですね、やっぱりその画角と F 値によりますね。で、僕はだいたい10秒から20秒ぐらいの間で撮りますね。F2.8 とかだとどれぐらいかな、F2.8 だとっていうか、このレンズを使う場合は20秒ぐらいで撮ることが多いです。シャッター時間、露光時間20秒で、この処理する時間、カメラがその画像を処理する時間があるので3秒ぐらいインターバルを置いて、23秒おきぐらいに1枚20秒の露光時間の写真を1枚撮るとか、そういう感じですね。で、こっちの方はF2 とかで撮れるレンズを使うときは割と明るいので15秒とか、シャッターのスピードを15秒にしてインターバル3秒ちょっとだけ撮って、で18秒おきに1枚ずつ撮るとか、そういう感じですかね。で、感度についてはですね、これは撮る場所によりますね。撮影する場所が本当に真っ暗で新月の時、月が出てない時だったら本当に暗いので ISO の感度はだいたいそうですね、1600から本当に暗い時は6400とかを使う時もあります。で、6400とかになるとものすごいノイズが入るので、それは後で編集ソフトでノイズリダクションをかけて調整します。なので別にそこまで感度を上げることを気にすることはないと思います。ただ ISO25600 とかだともうザラザラになっちゃうので、実際に使う感度としては1600から6400ぐらいですね。ただ夜景とかが入る場合、街の明かりとかがすごい強烈に入るようなところで撮るときは ISO400 とか800とかになるときもあるし、で月が出ててそれがね満月に近い時だともう本当 ISO も400とか800でシャッター時間もね2秒とか3秒とかそれぐらいにしないともう真っ白になっちゃうっていうこともあるので、そうで基本的に今僕は新月のあたりで撮る真っ暗な時、新月のあたりで真っ暗なところで撮ることを想定してお話をしています。その時しかあんまり撮り行かないので。それでですね、あとは感度でしょ。あとピント合わせか。ピント合わせはですね、僕この後ちょっと天気のいい日を見て実際にチュートリアル動画を外で撮ろうと思ってるので、ピントの合わせ方はその時にも詳しくやりますけれども、ですね、ライブビューを使います。ピントは大体ね、この焦点距離のやつ、このメーター、レンズのところにメーターみたいのが入ってるので、大体はわかるんですけど、
ただこの無限円のところにすればちゃんとビシッとね星に焦点が合うかっていうとそうではないので、必ずライブビューでかける5倍とか10倍とかで一つ明るい星を見つけて、でそれを表示させて、でマニュアルでこうやりながら焦点を一番こう星がでかくなったりちっちゃくなったりするので、一番ちっちゃくなっているところに止めて、でその後ここを布のガムテープで留めて動かないようにして撮影を開始します。あとですね、タイムラプスの撮影のこのシャッターのコントロールを何でするかっていうやり方もね、いっぱいあるんですけど、ちょっと戦闘機待ちします。それでですね、ニコンだったらもともとですねメニューの中にインターバルタイマー撮影っていうメニューがあってですね、もう全部カメラ1台だけでそのインターバルの撮影、タイムラプスの撮影をすることができます。でパナソニックもですねインターバルコマ撮り撮影っていうメニューがありまして、でこれでまた来たね戦闘機、これでタイムラプスを撮ることができます。でこのソニーの場合はもともとのメニューの中にはタイムラプスの撮影の機能は入っていなくって、でアプリでタイムラプス撮影っていうやつが確か1000円ぐらいであって、それを買って、でこっちに Wi-Fi 経由でダウンロードして、でアプリとして使うっていう感じになります。でちょっとね動きがもっさりしてますけど、使えなくはないです。僕はたまに使いますというか、使います。僕はタイムラプスを撮るときはですね、こういうなんていうんですかね、こうパンをさせるカメラの向きを変えるっていうことが、撮影中もずっと変えるっていうことがすごい多いので、こういうやつ、これはなんだっけ、ジーニーミニっていうやつなんですけど、なんかこういうタイムラプスパンとかチルトとかリニアスライドさせたりするスライダーとかでなんか戦闘機5分おきに来るね。それでなんだっけ、こういうパンとかスライドさせたりする機材を使う場合はだいたいですね、こっちの機械でこのシャッターを制御するっていうものが多いと思うので、僕はジーニーを使うときはだいたいジーニーからこのレディーズケーブルとは言わないんだけどね、これ信号を送ってシャッターを切るようにしてます。でインターバルとか撮影する枚数みたいなのは全部こっちで決めて、でカメラ側の設定はその ISO であるとかピントであるとかシャッタースピードであるとか、そういったものをこっちで決めます。でそうだね、ジーニーこっちをカメラをオンにしてジーニーの録画スタートっていうボタンを押せば、あとは勝手に最後までやってくれます。あと三脚の話をしようか。このままでいいか。で三脚はですね、これぐらいの三脚であれば本当に十分だと思いますね。これはねマンフロット1905カーボンっていうやつです。で確か一番太いところが 25mm ぐらいだったと思うんですけど、これぐらいあればだいたいブレないと思います。ただ風が強いとブレる時があるので、そういう
風の強いところに行く人、特に海沿いとかに行く人はかなりブレる可能性も高くなるので、絶対にブレない映像にしたいっていう場合はもっと太い三脚を買って、ちょっとここら辺も工夫した方がいいと思います。そのなんかね、ここら辺はねすごいいいのを発見したので、それはね動画にしてありますんで、下にリンク貼っておきますね。で、あとですね、機材であった方がいいやつがいくつかありまして、でバッテリーに関しては、一眼レフとかね、こういう普通の形をした一眼レフとかでもやっぱりね、撮影枚数はね300枚撮れて300枚、400枚はね多分撮れないと思うんですけど、どの一眼レフでも。なのでちょっとね枚数がねもうちょっと撮りたいなって思うので、300枚だと動画にすると10秒ぐらいなので、20秒ぐらいはね欲しいので、映像にした時にね、ワンシーンがで5、600枚ぐらいは撮りたいので、そうなるとこういう縦位置グリップとかを使うとバッテリーの個数を増やせるので、これはソニー用のやつですけど、そういう縦位置グリップとかを使うといいと思います。もしくはこれか今このカメラで使ってるんだけど、こういう外部のモバイルバッテリーを使えるようにするやつとか、いろいろ売ってますんで、そういうのを使って、もしくは電源が近くにあるんだったら AC アダプターとかを使って、純正のやつを使って撮影するとかでも全然ありだと思います。そう、最低5、600枚ぐらいは撮りますね、僕の場合は。で、撮るときはほんと1000枚とか1200枚とかもうぶっ通しで撮ります。で、その次に必要なのがですね、特に水がある場所に行くと、海沿い、川沿い、湖、あとは気温が急激に下がるところ、昼と夜の気温差が激しいところとかは夜露がつきますので、レンズに露がついちゃう、水がねついちゃって、でもうボケボケの映像というか写真になっちゃうので、それを防止するためにこういうレンズヒーターみたいなのが売ってるので、これをですね、僕は大体必ずつけます。風の強いところとか、あったかいところだったらそんなにつくことはないのかな。でも念のために僕はいつもこれをつけます。レンズヒーターで、これはだいたいモバイルバッテリーとかに挿せるようになってるのが多いと思うので、これをモバイルバッテリーに挿して使います。で、その次にあった方が便利なのがこれですね。水準器を見えるのかな、これ見えないか、ここら辺に挿しておいてですね、で水平を確認すると。で、昼間から撮影に行っている場合は明るいうちに構図というかね、全部決めて、で暗くなるまでそのままにして触らないようにするっていう方法もあると思うんですけど、夜一回撮影を中断して、で場所とかアングルを変えて撮影するという時に基本真っ暗な場所で撮るので、カメラ何にも映んないんですよ。ライブビューとか見ても。で、水平かどうかも分かんないんで、だいたい今のカメラってカメラの中に水準器、デジタルの水準器がついてるんですけど、あれ全然当てにならないので、もうこういうアナログなねやつでバッチリ合わせておくといいと思います。で、しかもこういうパンを使うときはここがまず水平じゃないと、回転させ
させる前とさせた後でもう全然違うみたいなこともあるので、それを毎回確認するためにももしパンとかをさせるのであれば水準器でね、アクセサリー集につけられることができるすごい便利なやつがね売ってるので、これがあるといいと思います。あと必要なものは何かあるかな。あると便利なもの、とりあえずそれぐらいですかね。それぐらいあれば大体どこに行ってもタイムラプスは撮れるかなと思います。撮れるよね。三脚の話した、カメラの話した、設定の話をした、小道具の話をした。であとは実際に行ってどういう風に撮るのかっていう動画をもう一本撮って、でもしあれだったらLR タイムラプスの編集の仕方、タイムラプス撮った写真そのまま動画にしてももうすごい見れたもんじゃないので、画像は必ず編集しないといけないんですけど、その LR タイムラプスっていうソフトがすごい優れてるので、そのソフトの使い方とか使ってる様子とかの動画をもう3本目に撮ってで終わりにしようかな。LR タイムラプスに関してはね、なんか日本のこう言っていいのか、おじいちゃんがすごい3本ぐらい動画を出してて、使い方それ見ればいいかなと思いますけど、リンク貼っときますよ。そのタイムラプスの説明してる LR タイムラプスのソフトの使い方を説明してるおじいちゃんの動画があるので、それリンク貼っておきますね。多分僕も作りますけど、とりあえずそんな感じです。カメラは、なんていうの、コンクルージョンっていうか、まとめると、カメラはセンサーがでっかい方がいい。で、レンズは明るい方がいい。で、広角の方が使いやすいというか、これ言ってなかったな。レンズは広角の方が星が線になりづらいので、広角の方が星が動く距離が短いので、ね、画角が狭いよりは広い方が星の動く距離が短いので、それでさらにシャッタースピードが短いと星がより点になって映ってくれるので、なるべく広角で明るいレンズ F2.8 以下で撮れるレンズを買うっていうぐらいですかね。で、三脚は2,3000円ぐらいで売ってるものとかじゃなくて、せめてこれぐらいの 25mm とか 30mm ぐらい、30mm はねなくてもいいかなと思いますけど、せめて20から 25mm ぐらいのある三脚を使うことと、あとはバッテリーですね。バッテリー、縦位置グリップとかでバッテリーを延長するかどうか、もしくはね、なんか外部のものを使って撮影枚数をワンシーンごとにできれば5、600枚ぐらいは欲しいかなというところと、あとはレンズに水分がつかないようにレンズヒーターをつけるということと、あとは水準器があれば便利ですよということと、それぐらいですね。では次は天気がいい日を狙っていうか、天気が良ければ撮影どっか近場で行きたいと思いますので、その時に実際の撮影の仕方っていうのを撮りたいと思います。1個言い忘れたことがあります。カメラの画素数に関してなんですけど、最近売ってるカメラってどのカメラもだいたい2000万画素とかあるので、1600万画素あれば 4K の動画にはなるので、ニコンのこの DF なんかはそうなんですよね。これ1600万画素しかないんですけど、これでも4K の動画になるので、1600万画素あればどのカメラでもいいと思いますね。それぐらいです。今はね3000万画素、4000万画素、カメラによっては5000万画素のカメラもありますけど、あんまり画素数が多くてもですね、メモリがねすごい膨大になるので、編集も結構時間かかったりするので、2000万か
1600万から2400万画素ぐらいのカメラであれば本当に十分だと思います。